トラさん、お久しぶりです。こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯で、ウミウシを探します。見つけたウミウシを、次々に紹介していきますね。それでは、始めましょう。オオツヅレウミウシです。大きさは、40ミリくらい、よく見る大きさの、オオツヅレウミウシです。ウミウシは、石をひっくり返した時に、石の裏側にくっついていることが多いのですが、この、オオツヅレウミウシは、石の下を這い回っていました。ツヅレウミウシの仲間は、じっとしていて、なかなか動かないことが多いのですが、たまたま、移動中のやつに、出会ったんやろな。ツヅレウミウシの仲間は、区別するのが、とても難しくて、このウミウシも、茶色っぽいから、多分、オオツヅレウミウシやろな。という、雑な判断しかできていません。そもそも、分類が未確定のやつも多いので、あまり細かいことにこだわっても、仕方ない面もあるのです。オオカンウミウシです。大きさは、7ミリくらいかな。よく見る大きさの、オオカンウミウシです。全体的に、こじんまりとしたウミウシで、大きくなっても10ミリくらいにしかならない、小型のウミウシです。体の大きさの割に、太い触覚を持っているのが特徴で、このアンバランスさが、なんだか魅力的なのですよ。とても小さなウミウシなので、こういうウミウシがいると知っていないと、見落としてしまうと思います。7月の真鶴で一度見つけて以来、2回目の出会いですが、昨シーズンまでは、磯遊びでは見たことがなかったので、今シーズンは、当たり年なんやろか。トゲアシガニが、岩壁に、逆さまになってくっついていました。甲羅の部分が丸くて、足が細長くて、雲みたいな姿をしているカニです。全体的に、メカっぽい動きで、面白いカニです。どこの磯にも、それなりの数がいて、そこそこ大きいカニなので、磯遊びでカニ取りをしている子供が、捕まえて大喜びしているところを、よく見ます。石をひっくり返していたら、極小サイズのヒトデを見つけました。かわいいですね。ヒトデは肉食性で、磯の生態系の上位にいるのですが、このサイズだと、何を食べとるんやろな。岩の隙間を覗くと、紫ウニが、たくさん集まっていました。ウニは、どこの磯にもいて、他の生き物がいないような場所でも、ウニだけはいる。なんてこともあります。耐久性が高い生き物なんやろな。コトヒメウミウシです。大きさは、5ミリくらいやな。よく見る大きさの、コトヒメウミウシです。夏に数が増えてくるウミウシですが、今シーズンは、10月に入っても、まだまだ元気にたくさんいました。白と黄色で、とても可愛いウミウシですが、大きくなっても、10ミリくらいにしかならないウミウシなので、コトヒメウミウシがいるかも、という気持ちを持って探さないと、見つけるのは難しいです。ウミウシの周りの、
なんか、もさもさしたやつが、たくさん生えているところに、くっついていることが多いので、この、もさもさしたやつが、生えている石を見つけたら、注意深く探してみてください。乙女ウミウシです。大きさは、4ミリくらいやな。ちびっこサイズの、乙女ウミウシです。真鶴では、一年中見られる、定番のウミウシですが、夏から秋にかけては、10ミリ前後のちびっこサイズが多いです。今シーズンは、例年に比べて数が少ないようで、前回のウミウシ探しでは見つからず、今回もこの1匹しか見つかりませんでした。そういえば、真鶴ではほぼ皆勤賞だった、相模ミのウミウシも、2回連続で見つからなかったので、やっぱり、何らかの環境の変化が起こっているんやろか。今回も、タイドプールには、大量のハタンポの仲間が、取り残されていました。6月頃には、数ミリ単位の稚魚だった奴らが、立派になったものです。もっと近寄ってみました。5センチ程度の大きさの小魚なのですが、これだけの数が集まると、かなり見応えありますね。網ですくうだけでも、大量に捕まえることができそうです。タイドプールの奥の方にも、また別のハタンポの群れがいました。こちらは、青くて綺麗な魚が、ところどころに混じっていますね。目味かな？食べると美味しい魚です。水底に目を移すと、カサゴがいました。唐揚げにしても、煮付けにしても、美味しい魚ですね。食べられそうな気配を感じたのか、岩の隙間に逃げ込んでしまいました。逃げ込んだものの、こっちが気になるのか、こちらの様子を伺っていますね。魚にも、多分、好奇心があるので、こちらの様子を、じっと伺う様子は、結構見られます。この魚も、こちらの様子を、じっと伺ってますね。ムラソイかな？煮付けにして食べると、美味しい魚ですね。じっと見つめられていると、照れますね。乙女緑貝です。大きさは、5ミリくらいやな。よく見る大きさの、乙女緑貝です。大きくなっても10ミリくらいにしかならない小型のウミウシですが、背中のひらひらしている部分の端っこが白くなっているので、この白を目印にして見つかることが多いです。黄色っぽいやつと緑色っぽいやつのグラデーションがあるので、食べたものの状態によって色が違ってくるのだと思います。緑貝という名前がついているウミウシは、近年の研究では、ウミウシよりも、カタツムリの仲間に近いのではないかという疑問が持たれているので、この先、ウミウシの仲間から外されてしまう可能性があります。本実のウミウシです。大きさは、8ミリくらいやな。よく見る大きさの、本実のウミウシです。なんか、今日は、10ミリ以下のちっこいウミウシばかり見つかる日なんかな。オレンジ色のミノは、水中でも結構目立つので、大きさの割には見つけやすいウミウシだと思います。
相模湾沿岸ならどこにでもいて、数もそこそこいる綺麗なウミウシなので、ウミウシ探しを始めた方は、まずは、この、本身のウミウシを見つけることを目指すのが良いと思います。なんか、黄色くてブツブツしているやつを見つけました。なんやろかと思って観察していたら、ウミウシのニジエラらしきものが見られるので、多分ウミウシなのでしょう。ウミウシなら、触覚があるはずなので、体の前あたりを拡大して観察してみたのですが、触覚らしきものは見当たらないですね。強いて言えば、これが触覚っぽく見えないこともないかもしれません。なんにせよ、よくわからんやつなので、ご存知の方は、コメント欄で教えていただけると助かります。岩の隙間から、トラウツボが顔を出してきました。ここ数シーズンは、真鶴のタイドプールでは見かけなかったので、かなりお久しぶりの出会いです。体中に水玉模様が広がっていて、とてもおしゃれですね。体を半分くらい出して、周りの様子を伺っているようですね。めちゃくちゃ鋭い歯が見えていて、いかつい感じがしますが、こちらから手を出さない限りは、襲ってくることはありません。何度も観察していると、気が弱くておどおどしている様子がわかってくるので、可愛いなぁ、という感想になってきます。元気に暮らすんやでー。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、7種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。